ワンピース第1162話では、ドラゴンはシャンクスを抱えて必死に逃走していた。しかし、その背後から神の騎士、マフィーが執拗に追いすがり、シャンクスを取り戻そうとしていた。ドラゴンは、このままではシャンクスを守りきれないと悟った。その時、近くに一つの宝箱が目に入る。中には緑色に輝く悪魔の実が収められていた。ドラゴンはその実を手に取り、シャンクスを箱の中へ押し込むと素早く蓋を閉じた。そして自らは別の方向へと走り出し、身を挺してマフィーを引きつけるおとりとなった。しばらくして、ギャバンが姿を現す。彼の両腕にはいくつもの宝箱が抱えられていた。道中で見つけた財宝を次々に集めていたのだ。ギャバンはシャンクスの入った宝箱を見つけると、中を確認することなく、そのまま抱えて他の宝箱と一緒に運び去ってしまった。一方その頃、マフィーはついにドラゴンへ追いついた。しかし彼女の目に映ったのは、もはやシャンクスを抱えていないドラゴンの姿だった。その子供はどこに隠した？怒り狂うマフィーの問いに、ドラゴンは静かに言い放つ。たとえ死んでも口にはしない。次の瞬間、マフィーの口から強烈なレーザーが放たれた。ドラゴンはかろうじてかわしたものの、その爆発の余波で深手を負ってしまう。だが彼の手には、先ほどの悪魔のみが握られていた。これしかない。ドラゴンは実をかじり、その力を体に取り込んだ。全身に凄まじいエネルギーが駆け巡り、傷が瞬く間に癒えていく。鱗のような文様が皮膚に浮かび、背からは巨大な翼が突き出す。その実は神話級のゾーン系、ドラゴンへと変じる力を与える悪魔のみだった。マフィーが驚愕に目を見開く間もなく、ドラゴンの姿は完全に竜へと変貌する。マフィーはひるむことなく再びレーザーを放つ。だが竜となったドラゴンは巨大な爪でそれを弾き飛ばし、反撃の方向を放った。口から解き放たれた暴風は、嵐のように大地をなぎ払い、マフィーの体を吹き飛ばす。マフィーは必死に体勢を立て直し、次々と光線を放つが、そのすべては竜の鱗に阻まれ、傷一つつけられない。さらにドラゴンは天空へ舞い上がり、稲光をまとった尾で地を叩きつけた。大地が割れ、衝撃波があたりを粉砕する。マフィーはついに膝をつき、血を吐きながら立ち上がることすら困難になった。バカな。一介の若造が、我ら神の騎士を。マフィーは悔しさに唇を噛み締めつつも、これ以上は命が危うい、と悟り、振り返ることすらできずにその場から退散していった。戦いの後、ドラゴンはすぐにシャンクスを隠した宝箱の場所へと駆け戻った。だが、そこに宝箱の姿はもうなかった。ない。まさか、誰かに。焦燥に駆られたドラゴンは必死に戦場を走り回り、宝箱の行方を探す。やがて、彼の視線は一人の男に止まった。両腕に大量の宝箱を抱えたギャバン。その手の中に、あの宝箱があった。あれだ。ドラゴンは胸を撫で下ろすと同時に、心の中で決断する。ロジャー海賊団なら、シャンクスを守ってくれる。自分よりも、あの子にとって安全な場所だ。頼む。この子を。ドラゴンは宝箱の存在をギャバンに託すように視線を送った。ギャバンは中身に気づかぬまま、それでも確かな腕で宝箱を抱え、船へと駆け戻っていった。その姿を見届けたドラゴンは、深く息を吐いた。よし、シャンクスはもう大丈夫だ。そして彼は振り返り、まだ縛られ苦しむ多くの奴隷たちの姿を見つめる。目に宿るのは決意の炎。今度は、お前たちを解放する番だ。雷鳴をまとった竜の翼が再び広がる。嵐を巻き起こしながら、ドラゴンは新たな力を持って奴隷たちを救うべく戦場へと飛び込んでいった。その瞬間、未来の革命家の原点が刻まれたのであった。同じ時、別の戦場では、ロジャー海賊団はシャッキーを救出した後、撤退の準備を進めていた。ロジャーとレイリーはシャッキーを船へ安全に連れ戻そうとしていたが、
その道中で妻子を探し求めて奔走するロックスと鉢合わせる。シャッキーを危険にさらしたのはお前だな。ロジャーはシャッキーをさらわれた怒りから、即座にロックスへ切りかかった。しかしロックスはその一撃を受け止め、険しい表情で吐き捨てた。俺には急ぎの用がある。貴様に構っている暇などない。覇気を込めた衝撃でロジャーを弾き飛ばすと、ロックスは一瞬の迷いもなく島の中心部へと駆け出した。ロジャーは追おうとしたが、シャッキーが彼を許してあげて、きっと家族が危険にさらされているのよ。と諭し、ロジャーもしぶしぶ追跡を断念する。そして、血まみれの戦場を駆け抜けたロックスは、ついに妻エリスと幼い息子を見つける。だがその眼前では、天竜人が霊障を浮かべ、彼らを処刑しようとしていた。やめろ。ロックスは絶叫し、稲妻のような速さで駆け寄る。しかし銃声が轟いた。エリスはとっさに息子を抱きかかえ、身を盾にして銃弾を受ける。その体が血に染まり、膝から崩れ落ちる。エリス。ロックスは地面に倒れ込む妻を強く抱きしめた。震える腕の中で、彼女は必死に微笑もうとする。あなた、あの子を、必ず、生かして、未来へ導いてあげて、震える手で夫の方を撫でながら、彼女はかすかに微笑んだ。愛してる、ロックス。そして、さようなら。ロックスは絶望の雄たけびを上げ、目の前の天竜人を一頭のもとに両断する。天竜人ども、今日この場で皆殺しにしてやる。その瞬間から虐殺が始まった。逃げ惑う天竜人たちを容赦なく切り伏せ、立ち向かう海軍将校すら吹き飛ばしていく。彼の一振りごとに大地が裂け、叫びが轟き、島の空気そのものがきしみを上げた。無数の海軍兵が銃火を浴びせ、砲撃を放つ。だがロックスは黒く渦巻く覇王色の覇気を全身にまとい、そのすべてをなぎ払った。彼の剣は稲妻をまとい、一振りするごとに数十人の兵が血しぶきを上げて吹き飛ぶ。化け物だ。止まらねえ。海兵たちは恐怖に駆られながらも次々と突撃するが、その度に命が消えていった。やがて、神の騎士団7人が姿を現す。その中心には総帥、ガーリングが聖なる剣を掲げ、冷酷な眼差しでロックスを見据える。ロックス D.G. ベック。ここでお前の暴挙は終わりだ。ロックスは返す。俺の家族を奪った神の犬ども、一人残らず切り伏せてやる。戦いの幕開け、最初に飛び込んだのは女剣士。細身の歯がひらめき、稲妻のような速度でロックスを切り刻もうとする。しかしロックスは覇気をまとった一振りで弾き飛ばし、大地を割る衝撃を生み出した。続いて驚つき剣を操る男が背後から襲いかかる。剣が触れた瞬間、肉を裂くだけでなく毒のように覇気を蝕む。死ねえ。ロックスは苦悶しながらも反撃の拳を叩き込み、男の体を吹き飛ばす。空からは銃声が降り注ぐ。狙撃手が距離を取り、弾丸を雨のように撃ち込む。だがロックスは覇王色を爆発させ、すべての弾丸を空中で粉砕。地響きとともに、巨大な2本角の怪物が突進してくる。その一撃は山をも砕くが、ロックスは剣で受け止め、力と力の衝突で大地が崩壊した。そこへ口から灼熱のレーザーを放つ角女が参戦。消えろ、化け物。光線が地をなぎ払うが、ロックスは身を翻し、剣で切り裂いて爆発を逆に返す。最後にガーリングが動いた。これが神の裁きだ。白銀の斬撃がロックスに迫る。覇気と覇気が激突し、空が裂けた。同時に叩け。一瞬で仕留める。ガーリングの号令で7人が力を合わせる。助剣士と驚剣士が左右から切りかかり、狙撃手が必中の弾丸を放つ。2本角の怪物が地を揺らし、角女のレーザーが空を焼き裂く。その中心から、ガーリングの神剣が落雷のごとく振り下ろされる。天地を揺るがす合体攻撃、島全体が光と爆風に包まれた。覇王の逆襲。爆炎の中から、なおも立つ巨影。
ロックスの覇気は暴風のように渦巻き、全身が黒雷に包まれていた。くだらねえ、神だと、不死だと、俺の覇王の前ではすべて無意味だ。ロックスは絶叫とともに剣を振り抜く。覇王断絶斬。黒雷をまとった巨大な斬撃が7人を飲み込み、空を裂き、大地を割る。助剣士は吹き飛ばされ重傷を負うも、かろうじて命をつないだ。一方、核を持つ女騎士は銅を貫かれ、再生する間もなく肉体が崩壊する。二本核の怪物も全身を裂かれ、絶叫とともにゴミとなった。他の騎士は血を吐きながらもかろうじて生き残るが、二人、いや三人までもが完全に消滅し、永遠の死を迎えた。残るガーリングは息を荒げながら剣を支え、地に倒れ込む仲間を見据える。貴様、本当に人間か。そして激闘の果て、ロックスは7人すべてを地に叩き伏せた。血に染まった戦場の中央で、ロックスは亡き妻と幼い息子を抱きしめた。その瞳から流れる涙と憎悪は、天をも焦がすほどの土器をはらんでいた。俺は、絶対に世界を許さん。